今回の動画は中世開拓地サバイバルシミュレーションゲーム Going Medieval でサバイバル 100days。 マップを開拓して襲撃に備え100日間生き延びることを目標にプレイします。もともとはマインクラフトというゲームで死んだら即終了という遊び方なのですが、ゲームの前提も違ってくるのでそこまで厳しくせず、リロード込みで100日間の生存・発展を目指したものになります。それでは設定していきましょう。シナリオはサバイバルで、難易度はとても難しいを選択します。初めてこの設定をするので、正直どの程度難しくなるのか非常にドキドキします。開始時の状況はより難易度を上げるため一匹狼を選択。スタート時点で作物が収穫できない冬、初期装備や資源がかなり少ない状況になります。ただその代わり開拓者の年齢が若くステータスがいいような気がします。開拓地名はランダムでブラスコート。紋章だけ少しこだわって強そうな見た目にしてみました。いかがでしょう。マップの種類は山岳で植物が少ない代わりに石や鉱石が豊富な場所です。マップのサイズは小になります。シード地もランダムで中央に近い場所のものにしました。ここでお詫びを。今までマップの種類は山岳を選択していたつもりだったのですが、シード地のランダムボタンを押した際に谷に戻っていたことに気づいていませんでした。植物豊富な想定とは真逆の土地になってしまいました。初期開拓者は非常に重要になるので、ランダムで出た中から見込みのありそうなスキルやパークで選びました。彼女は聖人という二つ名を持つ元獣医さんです。それでは設定も終わりましたのでゲームスタートです。1日目、とりあえず弓を装備して落ちているものを拾います。寝床を作りたいですが藁が足りません。ようやく藁を買って寝床を作り始めたところで就寝となりました。今夜は氷点下の屋外で気の身気のまま就寝です。2日目、起きて速攻で寝床を作り焚き火も作成。これでご飯が食べられます。それらを囲うように壁とドアを設置。伐採の手間を省くため落ちていた粘土で壁を作りました。なんとか今夜は囲いの中で眠ることができました。3日目、枝編みの屋根と石灰石の床を作りますが、作業途中で反抗されてしまいました。厳しい状況の中、嫌気がさすのも仕方ありません。プンプンしているところで雪が降ってきてしまいました。屋根が一部できていたのが不幸中の幸いです。4日目、寝ている間に辺り一面が銀世界に。屋根は完成しましたが、収穫物が心もとありません。床もできたところで暖を取るためブレイジャーを設置。これでようやく小さいながらも住処が完成しました。5日目、植物が収穫できないのでウサギを借ります。食肉解体用の作業台も作成。これでお肉が食べられます。さて、そうこうしているうちに新しい移住者がやってきました。6日目、襲撃に備えて穴を掘ります。新入りが元軍料理人だったので美味しいご飯にありつけました。掘るのが間に合わなさそうだったので罠と障害物を設置しました。これでなんとかしのげるといいのですが、日付が変わる直前に襲撃者がやってきました。7日目、準備が完了する前に襲撃が始まりました。今回の襲撃者は4人。果たして撃退できるのでしょうか。角に引っかかったやつをタコ殴りでとりあえず1人倒します。今度は逆に囲まれてしまい1人気絶させられてしまいました。残念ながら敗北となってしまいましたが、犠牲が出なかっただけで御の字です。襲撃者が撤退する中、引っかかっていた敵をもう1人倒しました。やった！卑怯でもいい。気絶した開拓者を治療しました。8日目、戦利品回収のため掘った穴に階段をつけました。無事回収されました。
屋内の焚き火を撤去して共有寝室にしました。9日目、料理部屋の床張りを開始しましたが、雪が積もっているせいで全く見えません。壁を作り始めたところで再び反抗タイム。もう一人いてよかった。10日目、料理部屋が完成。ご機嫌取りのためバックギャモンテーブルも設置しました。野ざらしだった備蓄場にも壁と屋根を取り付けていきます。11日目、倉庫の床張りも進んできたので、風通しの良かったところにも壁とドアを設置して小屋にしていきます。12日目、朝飯食べてるところでまたまた反抗。ご機嫌取り用の祠を作ろうとしたところで材料がなくなりました。そして雪解け。この世界は12日ごとに季節が入れ替わります。無事、祠が完成しました。13日目、春になりました。地面が見えて植物が生えてくると思うとほっとします。初歩的研究の作業台ができました。これで研究が進みます。雨の季節なので囲いと屋根も作っていきます。14日目、塩だけ掘ればいいのに広範囲を掘らせています。硬いものを掘っている音が結構いいです。15日目、新しい移住者がやってきました。事故に巻き込まれて倒れていたらしく、今回は襲撃者が来ないので嬉しいです。ぶっ倒れているので回収してもらいました。傷もちゃんと治療します。食品用の地下備蓄場を作りたいので入り口になる場所を掘ります。16日目、藁が足りずに野宿になってしまったかわいそうな開拓者がいました。地下への階段も設置されて、ようやく地下への入り口ができました。地上部分も床と壁を設置し、部屋を作ります。17日目、寝る前に自分の寝床を作らせました。なかなか藁が育たなくてめっちゃ焦りました。地下の採掘がいい感じに進んでいます。研究が進んで建築学をアンロックしました。18日目、小さいですが地下の貯蔵庫を作りました。一応壁で囲みます。梁の存在は忘れています。ここから掘って大きくしていく予定です。ちなみに今回、梁は一切使いません。使い方がわかりませんでした。19日目、壁に使いまくって粘土が不足したので掘ります。20日目、地下の入り口部屋も含めて備蓄小屋に新しく屋根を設置しました。21日目、研究部屋が完成しました。22日目、地下の入り口部屋を調理場兼食堂にしました。窓と壁掛け松明で雰囲気バッチリです。23日目、研究が進んだので農業を解禁。これで作物が育てられるようになりました。早速、畑と柵を作ります。24日目、テーブルがあるのに暗い地下室で朝ごはん。狼狩りに行かせたら、なぜか近接円カウントで負傷してしまいました。弓で近接は危ないので、拠点まで戻ってとどめを刺してもらいました。25日目、夏がやってきました。地下の貯蔵場所が完成していてよかったです。畑作りが進んできました。26日目、研究で木製武器を解放。これで弓が作れるようになりました。弓師の作業台と木工の作業台を作りました。そしてまた新しい移住者がやってきました。今回も襲撃はありません。27日目、木の槍を作ってみましたが、使い道がありませんでした。地下貯蔵庫の食料は腐りにくいので安心です。28日目、研究で醸造を開放。これでお酒が作れます。地下に醸造所を設置しました。貯蔵庫に近いから作業しやすいはず。なんか煮込んでます。29日目、作物が育ってきています。新しい移住者がやってきました。人食いの噂があるようですが、そのパーク餅ではなかったので一安心です。今回の襲撃者は疫病の子孫。なんだか強そうです。小さい部屋なので寝床5つでパンパンになりました。30日目、襲撃者たちがやってきました。一気に14人という大所帯です。これはやばい。とんでもない人数比でなすすべなし。2人気絶したところで敗北。圧倒的でしたが、死人が出なくてよかった。31日目、とにかく回復に努めます。
32日目、研究で家具を開放、ベッドや本棚が作れるようになりました。そして熱波がやってきました。33日目、熱波で暑すぎるので昼に寝て夜に活動することに。34日目、熱波が割とすぐ終わって肩透かしでした。研究作業台と本棚2つで図書室が完成。これで研究がはかどります。本も入っていい感じです。35日目、地下貯蔵庫がパンパンなので拡張工事を行います。収穫物たっぷりで今年の冬は大丈夫そうです。36日目、食料保存加工を開放しました。地下に燻製場を設置、貯蔵庫の拡張も進んでいます。地下の壁、いらないんじゃねと思って壊したら、地上階が崩落しました。ほら、やっちまっただ。37日目、秋になりました。やらかしのせいで備蓄場に雨が降り注ぎます。娯楽設備も屋内化が進みます。38日目、冬が近づいたので衣服仕立てを開放。服が作れるようになりました。縫製作業場を作りましたが、結構時間がかかるのでマンパワーが心もとありません。そんな中、新しい移住者がやってきました。襲撃者も来ないのでありがたい。寝床が密になってきました。39日目、寝床を壊して2階を作ります。そんな中、全く前触れなく襲撃されました。17人というまたもやばい人数です。前回の襲撃から罠が再設置されていないのでざるすぎる状況です。とりあえず1人撃破。1人気絶したところで1人死亡、もう1人気絶するピンチに。もう訳がわかりません。初めて仲間が死んでしまいました。もう1人死んでしまい、ここで敗北。悲しい。死死類々の中、仲間を助けましたが、治療できないまま死んでしまいました。40日目、仲間の半数が死んでしまい、あまりの状況に犯行者が続出。全員手がつけられない状態に。41日目、せめて仲間の埋葬を急ぎたいものです。住居部分も作業途中で屋根なし状態なので早く建築しなくては。42日目、ようやく埋葬が始まりました。犯行が続くのでなかなか作業が進みません。43日目、ようやく最後の埋葬が終わりました。3つも並ぶと一層悲しいです。料理担当が死んでしまったので、燻製肉作りが遠のきました。お酒を作れるのが救いです。44日目。まだまだ犯行は続きます。45日目。屋上部分を作っていきます。弓組はここから攻撃する予定です。46日目。冬に向けて燻製肉を作るため、レベル上げのためにひたすら料理します。47日目。新しい移住者がやってきました。襲撃はなし。よかったー。48日目。秋とはいえ、屋外は氷点下。急いで寝床を増やしました。49日目。2回目の冬がやってきました。狼狩りでまたしても負傷者。気絶してしまったので回収します。二重で治療してもらったので大丈夫でしょう。50日目。弓だと接近戦で怪我をしてしまうので、あえて強攻撃の近接戦士で狼狩りをしてみました。地下貯蔵庫は焼いた肉とシチューでいっぱいです。51日目。雪が積もってきたので、作業部屋にブレイジャーを設置しました。52日目。ようやく料理レベルが上がり、燻製肉が作れるようになりました。ただ、今のところ、食料はいっぱいです。53日目。大昔に指示した帽子が出来上がっていました。余裕が出てきたのか、防衛用の穴掘りも始まりましたが、地下貯蔵庫の拡張を優先します。54日目、祠の位置を変更しました。窓を閉めるのを忘れていました。防衛用の穴掘りが再開されました。穴でカバーできない部分は罠が設置済みです。間に合わない気がして、籠城用の壁を作るように指示してしまいました。とりあえず2面だけですが、間に合うのでしょうか。そして深夜に襲撃のために暗殺者たちがやってきました。55日目、襲撃が始まりました。今回の襲撃者は15人。そろそろこの人数にも驚かなくなってきました。
なぜか真っ先に無害な仮想設備が壊されました。襲撃者の死体用だと分かっていての行動なのでしょうか。破壊した後、仲間に合流し直しています。単身乗り込んでこないあたり、すごい知能です。さあ、全員屋上に集合して攻撃開始です。弓持ちが1人しかいないので、ドアの前に近接を配置します。うっかりドアを開けて攻撃させてしまいました。2対1で重傷になってしまい、撤退です。ドアが壊れてしまい、敵が押し寄せてきました。1人死亡、2人気絶で敗北です。撤退する敵を1人だけ倒しました。56日目、仮想設備とお墓を作りました。57日目、仲間を埋葬しました。襲撃者を仮装します。倒した襲撃者は2人いたようです。周囲の穴を拡張します。通り抜けしやすいように床を張って橋のように使う予定です。研究で粘土レンガ製作を開放しました。粘土レンガと石炭が作れるようになりました。窯を置くため調理場兼食堂を拡張します。58日目、穴の範囲が広がってきました。最終的に居住エリア全体を囲んで堀になる予定です。醸造も燻製も進んでいると気分が落ち着きます。増築部分に床張りができたので壁とドアをつけます。59日目、増築部分に屋根がついたら完成です。部屋の大きさが中途半端だったので壁やテーブルを壊します。床の材質が変わってしまいましたが、新しい配置はこんな感じです。60日目、作りかけの堀に足もどきの床が設置されました。開拓者の移動用です。あっという間にテーブルと椅子、窯も完成しました。この建築担当、めっちゃ優秀です。優秀なので、罠の撤去も大量にお願いしました。61日目、春になりました。物資不足が気にならなかったので、しっかり冬支度できていたみたいでよかったです。狼がうろちょろしていたので、処刑人を呼びました。追いかけ回していたら、堀に入り込んだので、最終的には弓で退治しました。62日目、石炭が作れるようになったので、溶鉱を開放。これで金属を延べ棒に加工できるようになりました。早速溶鉱炉を作成。早く金属を使った武器や罠が作りたいです。新しい移住者がやってきました。襲撃もなければ元気な移住者です。そして地域の影響力も上がったようです。移住者が訪れやすい反面、襲撃も増えそうな予感です。現在の影響範囲は敵の開拓地2つです。63日目、鉄の延べ棒を作ります。一生懸命火をつついています。穴掘り範囲が一周しました。無事、掘り終えることはできるのでしょうか。64日目、もう2箇所足もどきをかけておきます。そして、またしても就寝前に暗殺者たちが襲撃に来ました。なんとか襲撃者到着前に道場用の壁を突貫で作りました。65日目、襲撃者は16人、弓で迎え撃つ中、防ぎ漏れていた場所にも壁を作りました。弓担当2人がかりで敵を1人倒しましたが、調理場兼食堂のドアが壊されてしまいました。壊れたドアに向かう襲撃者を弓で止めきれません。弓担当が1人撤退する中、敵の1人も追い詰めます。無事倒しましたが、貯蔵庫の入り口にも敵が入り込んでしまったので、重傷の味方を治療することができません。弓担当が1人ではどうにもならないので、一度室内に退却します。倉庫側のドアも壊されて、絶体絶命の大ピンチです。あっという間に最後のドアが破壊され、2人気絶、1人死亡で敗北となりました。よくわかりませんでしたが、室内に残った敵の1人を倒しました。戦闘が解除されていなかったようです。危ないところでした。生き残り3人のライフも残りがごくわずか、うち2人はすでに虫の息です。なんとか頑張って交代で治療して、あとは療養するしかありません。66日目、壊されたドアの復旧を進めます。生産設備も壊されたので再配置します。
ダッシュで建築が進む横で反抗している子がいますが、襲撃後なので仕方ありません。調理場と釜が復活しました。67日目、修復と穴掘りが急ピッチで進んでいます。毎度火葬場を作り直すのが手間になってきました。68日目、防衛設備を開放します。木製の罠と強化された扉が作れるようになりました。順番に収穫作業が進んでいます。お墓の名前がおかしいと思ったら、設定不足で襲撃者が埋葬されていました。危うくお参りするところでした。69日目、お墓を作り直します。今度こそ開拓者が埋葬されました。気づいたら穴掘りが終わっていました。これで掘りが完成です。果たして無事機能するのでしょうか。寝床部屋のドアを強化された扉に変更しました。頑丈そうでこれは期待できそうです。建物の隙間の穴埋めもしておきます。70日目、掘り作りが終わったので石灰石を掘り始めます。71日目、鉄掘りも始まりました。一瞬でしたが、全員でテーブルを囲んでいる様子が見れて満足。それにしても少ない。72日目、調理場兼食堂のドアも強化されたものに変更しました。工房の屋根を壊して2階を作っていきます。73日目、夏になりました。そして火事を開放しました。これで罠に必要な機械の部品を作ることができます。74日目、順調に収穫しています。石灰石と鉄もいい感じ。75日目、2階増設も順調です。完成した2階部分にはベッドと武器置き棚を設置します。76日目、新しい移住者がやってきました。今回も襲撃はありません。怪我をしていたので治療します。77日目、ベッドが完成しても藁の寝床で寝ている人がいます。入り口から近ければいいタイプでしょうか。そして夜、またしても新しい移住者が。今度は襲撃ありです。檻を試す絶好の機会がやってきました。78日目、今度は全員が粗末な藁の寝床で眠っています。悲しくなってきました。間に合うかわかりませんが、襲撃対策を追加します。穴を掘り、襲撃者が狙うようにドア2枚と壁を作ります。ドアを壊している間に狙う作戦です。2枚作ったのは2枚目を壊している最中に足もどきの床を壊すためです。79日目、3つあるうちの2つの橋もどきを壊します。これで襲撃者はドアを破壊しないと中に入れなくなりました。ドアの前には罠も設置します。そして襲撃者たちがやってきました。今回はとうとう20人です。80日目、弓担当3人ですが、速攻で1人負傷、退却です。弓を持った襲撃者を重点的に攻撃していきます。すっかり忘れていましたが、敵の一部がドアを壊そうとしています。無事引きつけられているようです。空が明るくなってきましたが、襲撃が終わる気配はありません。弓持ちの襲撃者がいなくなったのか、敵がドア周りに集まっています。攻撃しにくそうで完成です。ドア付近の敵に散ってほしいので、足もどきの床を壊します。あまりにも襲撃者が帰らないので休憩します。もう敵に弓持ちがいないので安心です。散ってほしいと思っていましたが、こんなに広範囲にジリジリになるとは予想外でした。こうなっては近接担当にも弓を持たせて近くにいる敵を攻撃です。夜になったので交代します。81日目、夜が明けても襲撃は終わりません。しかし、掘り作戦は成功ではないでしょうか。弓持ちさえ倒してしまえば、あとはワンサイドゲームになり果てます。攻撃されないのは安心です。襲撃者が離れてしまったので、地上から攻撃します。拉致が開かないので、足もどきをかけ直します。無事襲撃者が寄ってきましたが、ドア1枚になってしまったので心もとないです。ようやく襲撃が終わりました。初めての勝利です。丸1日以上囲まれ、20人中16人倒すまで終わりませんでした。今回は堀が完成したので、なんと全員生存での勝利。やったー！ 82 日目、1000個処理。
今回は倒した襲撃者が16人いるので大変です。こんなに死体があると不気味。83日目。処理が間に合わず夏なので敵の死体が腐っていきます。夏は襲撃。来ないでほしい。84日目。ベッドを使わないので藁の寝床を壊します。そして地下を拡張することに。85日目。ようやくベッドで寝てくれました。近場の寝床を使う習性があるようです。ようやく秋になりました。新しい移住者はダドリー。もうダドリー坊やしか思い浮かびません。また襲撃ありです。ちなみに前回倒した襲撃者たちは全員仮装が間に合いませんでした。困ったことにベッドが足りないので密状態で寝てもらうことに。男5人に対して女1人。むさ苦しいです。86日目。前回ハラハラしたのでドアを頑丈なもの5段構えにしました。間に合うかは微妙です。部屋を広げたくて壁を壊したらなぜか2階の天井が崩落しました。やりすぎた感が否めない惨状になってしまいました。襲撃者が来るのにえらい事態です。87日目。襲撃者がやってきました。今回は25人。ドア側と弓担当側に分かれて囲んできました。1人倒しましたが、こちらも1人重傷を負ってしまい退却。どうにも削られがちです。今回はメンバーチェンジ制です。全員負傷したので一時退却して足もどきを落としておこうと思ったら、こう一点が死んでしまいました。お腹のお肉があらゆる意味で悲しいです。88日目。気づいたら2人内部に侵入していました。表に出て迎撃しました。89日目。まだまだ囲まれています。寝室がむさ苦しすぎます。代わる代わる開拓者たちが反抗していますが、襲撃者に弓持ちがいなくなったので、あと少しの辛抱です。まだ終わらんの。また襲撃者を集めるために足もどきを作ります。90日目。残りあと10日となりましたが、絶賛襲撃中です。20人倒してようやく勝利となりました。残り5人ぐらいまで減らさないと終わらないのでしょうか。一応勝利ですが、1人死んでしまったので負けたのと同じです。前回の反省を生かし、何よりもまず仲間を埋葬します。91日目。襲撃者の落とし物が多いので倉庫を拡張します。92日目。新しい移住者がやってきました。スネちゃまです。地帯の焼却も終わってないのに、また襲撃者がやってきます。93日目。襲撃者がやってきました。今回も敵は25人。長丁場になりそうです。全員で弓を持って攻撃します。負傷したら離脱して敵の弓持ちも減ってきました。94日目。気づいたらドアホイホイが残り1枚に。慌てて攻撃して橋もどきも落とします。1人堀に入り込んだので、こちらも集中攻撃。地上から残党狩りに移ります。95日目。20人倒してようやく勝利しました。全員生存でよかった。丸2日近い襲撃でした。残り5日で復旧と建築は終わるのでしょうか。96日目。死体の数がえらいことになっているので仮装していきますが、旗から腐っていきます。戦後処理が終わりません。97日目。冬になりました。とうとう3年目に突入です。残り3日、果たしてどうなるのでしょうか。そしてこの大変な時にまたしても襲撃です。今回は獰猛な群れということで狼です。何匹いるんだかわかりませんが、とにかくすごい数です。しばらくしたら去っていきました。建物にさえこもっていれば、ただのお肉獲得チャンスでした。98日目。今日も今日とて戦後処理。片付けは間に合うのでしょうか。99日目。あと2日というこの大事な日に反抗している子がいます。確かに最近楽しいことないよね。そして寒波がやってきました。100日目を目前にどんどん追い詰められます。100日目、とうとう最終日、お片付けチェックをしていきます。
見えにくいですが、画面四隅から凍っていくようなエフェクトが非常に寒そうです。建築残りを指示していきます。ごめん。掘らなくていいから木を切ってくれるか。寒さでパタパタと開拓者たちが倒れていきます。さて、これにて 100days 終了のはずだったのですが、数え間違えて1日多くプレイしてしまいました。ドアトラップの修復と倉庫がようやく完成。結局100日間で間に合いませんでした。今度こそ終了となりました。畑は結局谷のマップだったので、問題なく作物を育てることができました。序盤に粘土を掘った思い出の穴です。あれから100日間の間、粘土が不足することはありませんでした。狼がたむろっていますが、そんなことよりも増設予定地は結局2枚の壁だけ作って放置となりました。かなり無意味な壁です。開拓者のお墓は6つ、生き残りが6人なので生存率 50% でした。研究は初歩的な研究止まりの解放になりました。襲撃があるとどうしても後回しになる部分でした。100日間での地域の影響力は 43.3%。それにしても周りは敵対勢力だらけでしたね。人口の統計はこんな感じ。最大6人を超えることはありませんでした。経過日数が1日多くなってしまいましたが、プレイ時間は22時間44分。かなりがっつり遊びました。繁栄地はこんな感じ。後半はほぼ増設しなかったので、建物よりも資源の価値が多めになりました。備蓄食料は増えたり減ったりを繰り返しています。開拓者の機嫌も振り幅が大きいですが、犯行が多くてあまりご機嫌にしてあげられませんでした。影響力は80日目あたりからぐんと伸びています。襲撃に勝てるようになってきたあたりですね。歴史にはスタート時点からの出来事が記録されています。最初は一人の女性から始まった開拓地。反省点は多々ありますが、無事100日存続できました。最後に生き残ったメンバー紹介を。ビネリックは3人目の開拓者で一番長生きでした。マークは建築担当として活躍しました。シグムンドは一時角付きの被り物をさせられていましたが、一番使い勝手のいい開拓者でした。ニコラスは近接担当大臣でしたが、ゲームの仕様により、あえなく弓担当の一人になってしまいました。ダドリー坊やとスネちゃまは名前のインパクト以上にキャラ立ちする前に終了してしまいました。以上6名が生き残った開拓者たちです。最初の方は女2人のアマゾネス村だったのに、最後は男だらけのむさ苦しい村となってしまいました。今回はこれで 100days 終了となりますが、もっとレベルアップしてもう一度チャレンジしたいです。他にも面白い遊び方がありましたら、ぜひ教えてください。それではここまでご覧いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。他にも Going Medieval をはじめゲーム実況を投稿しておりますので、ぜひ見てみてください。それではまた次の動画もよろしくお願いします。